うまっ。味玉めっちゃうまい。これだね。すする TV。 ずるいずるい。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日のお店はですね、今年の塩ラーメン1位になったお店です。皆さん塩ラーメンはどうですかということで、こちらのお店です。ドン。西武新宿線野方駅から徒歩10分くらいのところにありますラーメンゴーンさんにお邪魔してます。こちらゴーンさんは今年の3月にオープンしまして、再び登場しますが、こちらね、トライラーメン大賞東京ラーメンオブザイヤーというね、こんな感じで業界最高権威を受賞しているラーメン雑誌がありまして、名だたるね、ラーメン評論家さん、審査員の方々から多数の票を集め、新店部門のね、塩ラーメンなんと1位に輝きました。なんやかんやね、いろんな意見ありますけど、やっぱトライ大賞ってね、いろんなラーメンの画像が見れてね、すごく僕的には好きな雑誌なので、東京含め埼玉、千葉、神奈川の、1都3県の名店がたくさん載ってるんで、もしまだ買ってないっていう方いらっしゃいましたら、ぜひぜひね、買ってみてください。一応すするのページもありますんで、別に案件とかじゃないんですけど、私すするもね、もちろん塩ラーメンめっちゃ好きなんですけど、なんかよく考えたらね、今年あんまり塩ラーメンすすれてないなっていうのがあって、今回のこのトライ新店部門1位に輝いたゴーンさん、非常にすするの楽しみにしてたお店ということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけで本日のラーメン屋さん、ラーメンゴーンさん、非常にね、期待で胸がいっぱいですね。てか、塩ラーメン自体、しかもこの淡麗系のね、あっさり塩ラーメン自体が結構久しぶりにすするんで、さらにトライの新人賞で1位を獲得したというところで、もう嫌が多いもちょっと期待が高まっちゃうわけなんですが、先日ですね、私すするの YouTube のコミュニティっていう機能を使って、普段からよくラーメンをすすっているであろう、ズルズルズの面々に、塩ラーメンって聞くとどんなイメージですか？皆さんのイメージを教えてくださいってちょっとアンケートを取ったんですね、軽く。そしたらやっぱ好きっていう意見が多かったです。半分くらいは好きっていう意見で、ただね、普通っていう意見も多かったんで、味しないっていうのはなんか僕の周りのラーメン好きで、いや、塩ラーメンでなんか味したことないんですよねみたいな言ってる人結構いるんですよ。で、なんでちょっとそれも入れさせてもらったら意外と味しないもね、14% ぐらいいると。で、結構ね、コメント欄にたくさんのコメントを寄せていただきまして、結構多かったのは、結局この札幌一番塩ラーメンを超えてこないっていうところ。やっぱ札幌一番塩ラーメンってもう安いし、家で簡単に作れるし、でもう自分でさ、トッピングとか入れてもうアレンジとかもし放題じゃないですか。もうそういうのを加味したら、やっぱ札幌一番塩ラーメンって塩ラーメン界で言ったらね、最強の一杯って言っても過言ではないんじゃないかっていう気もするね。とはいえね、やっぱりお店の塩ラーメンってまたこう一つね、格別なというか、麺とかがやっぱ即席麺なんで、札幌一番塩ラーメンはもちろんね、インスタントラーメン界でもうほんと完成されたね、塩ラーメンではありますが、やっぱりね、お店で美味しい塩ラーメンをすすりたいっていうことで、あと結構ね、この好み含めて当たり外れが激しいとか、あと塩ラーメンが美味しいお店はうまいみたいな、それいわゆるその寿司屋さん、お寿司屋さんでの卵みたいなね、ごまかしが効かないラーメンっていうイメージも結構あるみたいで、昔はね、本当だからシンプルに塩だけで味を整えてたのかな。どうなんだろう。どういう塩ラーメンの歴史ってあんまり深く調べたことないですね。ちょっと塩ラーメンの歴史調べてみよう、ちゃんと。基本はやっぱそのシンプルなね、塩味っていうのが決め手になると思うんで、醤油ってもうね、醤油自体に結構旨味が溶け込んでるから、もうだって醤油ペロって舐めるだけ結構うまいじゃないですか。だけど塩はやっぱそのうまいっていうよりはやっぱしょっぱい、シンプルにしょっぱいで、たまにその甘みのある塩とかね、クリスマス糖の塩がありますけど、やっぱ結構シンプルなしょっぱいっていうね、味だから、その塩に合わせるね、出汁がやっぱ美味しくないと感動する味っていうのにならないのかなと思いますけどね。そしてこんなコメントも、味しないはもう味っこいの食べ過ぎておかしくなっちゃってる。確かにね、最近結構やっぱパンチのあるラーメンがね、すごく増えてきてるんで、塩ラーメンもそれこそね、そのあっさりばかりではなくてね、結構こってり系の塩とかもあったりするんですけど、最近のラーメンブームの味って割と旨味がね、ほんとビシッと結構力強い感じが流行ってるんで、ここらでちょっとね、一歩引いてあっさりすっきりの塩ラーメンをすすってみるっていうのもいいですよね、やっぱりね。本日のゴーンさんがね、どんな感じの塩ラーメンなのかはまだすすってないからわからないんですけど、見た感じね、結構すっきりして、いやほんと美味しそうなんですよね、やっぱり。早く食いて。そしてね、そんなラーメンが存在するんですか？存在するわ、おい。でも意外とさ、アンケートでそのコメント見てたら、その塩ラーメン食べたことないですっていう人も結構いたんだよね。どうだろうね、やっぱラーメン屋さんでその醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメンとか並んでたら、やっぱり醤油ラーメン注文したのかな、みんな。味噌ラーメンとかね、初回のお店でしかもメニューが3つあってさ、いきなり塩ラーメンを押しますみたいな人ってあんまりいないかもね、実際。結構その本当にだから塩ラーメン好きというか、そういう人だったらあるかもしれないですけどね、みたいな感じでね、結構ね、塩ラーメンのコメントをたくさんお寄せいただきまして、本当にありがとうございました。すする TV のコミュニティのなんかね、一応この投稿のコメント全部見れるんで、結構なんか塩ラーメンに対する意見みたいなのがたくさんバーって書いてあってね、普通に見ていくだけで結構面白いので、ぜひぜひご覧いただけると幸いですという感じで。まだつかないのかな。だからうちから結構近いと思って歩いてたんですけどね、結構意外とあるな、さすがに。さあ、ラーメンゴーンさん注文せです。塩と醤油、そして担々麺やご飯物など、なかなか豊富なメニュー構成の中、すするがオーダーしたのは中野サイダーもあるか。
中野サイダー気になるな。特製ゴーンラーメンの塩と、半チャーハンをとりあえずお願いします。はい、かしこまりました。そして今回店主さんにインタビューさせていただき、いろいろお話も聞かせてもらいました。じゃあすいません、本日よろしくお願いします。失礼いたします。よろしくお願いします。お願いします。今回ね、トライの塩ラーメンの新人賞の部門で1位を獲得されたということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。実際の反響とか結構ありましたか？反響は結構もともと多少忙しかったのはあったんですけど、それにまた上乗せされた感じで、おかげさまでお客様がやっぱりトライ見てきましたっていう人は増えましたね。あと、ちなみになんですけど、前に浅草橋の方で曲がりっていう店舗をちょっとお借りしてやってた時期があったんですけど、そうなんですね。はい、3ヶ月ぐらいやってたんですけど、浅草橋の頃のお客様が引き続きこちらの方に来ていただいたりとかっていうので、それでも嬉しいですよね。浅草橋からってこっちの方って結構距離あるにもかかわらず、そうですね、ありがたいです。感じるというか、本当に、ちなみに営業時間がお昼終わりじゃないですか。11時から15時までっていう、なんでこのお昼のみっていうスタイルにしたんですか？本来は夜もやろうとしてて、オープンした時は夜も営業したんですけども、おかげさまでお昼の時間までしかスープが仕込めなくて、15時までしかちょっとできないっていうか、もともと使ってるそのスープの素材自体が、奈良がちょっと手に入りづらいのを使ってるんで、どうしてもその人数しかスープが作れなくて、じゃああんまりこれスープの量が増やせないというか、売り切れの人数が結構もう決まっちゃってるっていう。そうなんですよ。もう頭打ちで決まっちゃってまして、どうしてもいっぱい作りたいんですけど、そこまでしかどうしても作れなくて、もうその辺はお客様にご迷惑をおかけしてて。なぜ塩ラーメンを看板でやろうと思ったのかっていうのをすごく聞きたいですけど、20年前ほど前に多摩地区の方でラーメン屋さんをやってまして、やってらっしゃったんですね。でその時にすごく塩がその頃から評判が良くて、ベースは昔からやってるベースをそのままやってるんですけども、また食べ歩きから始めて、また一からもう20年前のラーメンとやっぱり今のラーメンじゃだいぶね変わってますもんね。全く変わってるんで、でも僕自体は今こういうふうにトライとかをいただけるとは思ってなかったんで、そうだったんですね。もうとにかくお客さんが美味しいって言ってもらえればいいっていうか、それこそ食べていければいいかなっていう感じで始めたんですけど、なんかおかげさまでちょうどなんていうんですかねこういうふうに受賞できたのは本当感無量です。いや本当におめでとうございます。本当にありがとうございます。1位ですからね、本当。嘘みたいで未だにあんまり実感はないんですけど、じゃあ本日その店主さんの自信の塩ラーメン早速いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いただきます。特製の塩です。ありがとうございます。いただきます。こちらがラーメンゴーンさんの特製ゴーンラーメン塩です。うひょー、程よく濁ったスープと洋醤を抑えたトッピングで店主さんの熟練度を感じます。ではまずスープ。国産の手羽柄を丁寧に炊いたというスープは鶏のクリアな出汁感があり、いわゆる鶏チンタンにとどまらないあっさりしているのに濃密なコクと奥行きを感じる熟練の味わい。数種の塩をブレンドした塩だれは昆布や干しエビなども加えているとのことで、両頬に順と染み渡る美味しさです。さて今度は麺とご対面を果たし、1、2のスズル塩ラーメンにしては結構太めに感じますが、この麺がまたうまい。つるんとした喉越しともちもちとした食感がめっちゃうまで、風味もベスト2マッチ。昭和7年創業の松本製麺所というあまり聞いたことのない製麺所の特注麺を使用しているらしく、まだまだ勉強させていただきたいです。さあお次はチャーシュータイム。
チャーシューは豚の方ですね、これ。ご飯的なチャーシュー、めっちゃうまっ。スープうまっ。タレ味の染み込んだ飾らない美味しさで柔らかくてピリン。鶏チャーシューね、これうまい。鶏肉めっちゃうまい。トッピングの丁寧な作りに店主さんの人柄も現れているようで、なんだか勝手に嬉しくなってより応援したい気持ちが分厚くなってきます。ではここで半チャーハンが登場。早速食らってみましょう。胡椒の風味が強めなパンチのある味でしっとり寄りな食感が家庭的な雰囲気を醸し出してくれてよい。気がつけば塩ラーメンもさらっとすすりまくっていて、もう終盤に差し掛かっており、チャーハンとスープを合わせまくっている日々です。そしてラストに味玉を食らってみると、味玉めっちゃうまい。塩だれがいいからなのか、味玉と塩味のバランスが絶妙で最強クラスにうまい。最後にテンションぶち上がりまくりでチャーハンかき込んでスープも飲み干して大満足のうちに本日もこれにて完食かと思いきや、あれれなんか運ばれてきたぞ。そうです、こちらがゴーンさんの四川担々麺です。あれだけ塩ラーメンが美味しかったらもう一杯すするでしょう。具材がドンとのり濃厚そうなスープの上にはおしゃれにジャンがかけられています。ではまずプルプルするほど濃度高めなスープから、甘み強めなごまの風味が濃厚な味わいでこちらも美味しい。旗織り姿を覗くよりもこのスープに夢中になっちゃいます。さて今度は麺をリフトアップし、よっしゃすするバリン。麺はラーメンと同じものを使用していますが、濃厚担々スープと絡むとなればまた雰囲気も違ってくる。濃厚なスープともよく絡む万能な麺で、この麺のポテンシャルの高さにも驚き。ナッツやひき肉もスープの美味しさにアクセントやうまみをプラスしてくれます。辛いジャンがね全体に混ぜるとね、さらにこうコクが増してね、結構美味しくなるな、より。途中で全体にジャンが行き渡るように混ぜてすすれば、麺だけでなく米も進みまくりますよ。炊き加減がね最高ですね。てな感じで後半はおすすめされた卓上の辛みを投入するとコクが引き立ち辛みも増し、これを入れることによって完成する感すらある。じわじわ辛いけどめっちゃいい感じですね。うまい。辛いものが好きな方には特におすすめです。もちろんねライスをスープにドボンでもいいと思うんですけど、結構ねこのご飯なんかおかずと一緒に食べたい感じなので、残った肉味噌とかザーサイをこう食べつつ、これがねうまい。ラーメンだけでなく米もうまい。店主さんのテクニックに魅了されながら本日も完食です。大変美味しくすすれました。近いうちに必ず醤油ラーメンもいただきに参ります。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。というわけでラーメンゴーンさん行ってきたんですけれども、いやーうまかったですね。今回はね結局塩ラーメンと担々麺のダブル食い、さらにね半チャーハンなんかもいただいちゃったんですが、いやすごくいいお店でしたね。塩ラーメンやっぱビジュアルがね非常に綺麗で、透き通りつつもちょっとうっすら濁った感じの、もう鶏の旨味がビシビシ出てそうな結構黄金色のスープしてて、飲んでみるとねすごく分かりやすく鶏の旨味を感じられて、パカッと開くような、そして塩味。塩ラーメンの中でもね味わい非常にシンプルで、ど真ん中直球も鶏と塩っていう感じのめちゃくちゃ美味しい一杯でした。まずスープもちろんなんですけどね、麺も結構美味しくて、塩ラーメンにしては割とねちょっと太めで食感もしっかりとした麺だったんですけど、あの麺もね非常に美味しかったですね。チャーシューもね肉質しっかりしてそうには見えるんですけど、でも柔らかくてそしてジューシーで、鶏のチャーシューもしっとりとした食感でね、どこかちょっとこう懐かしい雰囲気も感じさせつつ、でもねこう塩味とかすごい洗練されてて今風な感じで、確かにこれはトライ新人1位取るのも納得だなといった一杯でした。うまかった。担々麺はね結構ごまの甘みが際立っていて、そこにジャン系の辛さも合わされつつ、肉味噌とかねごまとか全部がこう混然一体となると、もうより最後はね美味しくいただけて、いや非常にね大満足な昼食となりましたね。ちょっとまだね醤油ラーメンだけ今回結局すすることができなかったね。また行くってなったらね醤油ラーメンをちょっとすすりに行きたいなと思いました。いやでも僕自身もね結構この淡麗系の塩ラーメンちょっと久しぶりだったんですけど、やっぱりね塩ラーメンもね良さがあるんですよね本当に。今回ねゴーンさんみたいな塩ラーメンをすするとすごくねやっぱ嬉しい気持ちになれるんで、ちょっと塩ラーメン探検隊としてね引き続き頑張っていこうと思います。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメンゴーンさん、恩をうまみで返してるわ。一番最高の形ですね。めっちゃ美味しかった塩ラーメン。